ノマドスカルプトで作るキャラクターの顔の作り方をご紹介します。字幕をオンにしてご覧ください。このように目が動かせる顔を作ります。デフォルトで入っている球体を左上のシーンからクローンで複製します。右視点にして複製した球体を楕円型にします。これは頬になります。元の球体より少し小さい幅にして元の球体に重なるように配置します。もう一度元からある球体を選んでクローンで複製します。鼻になるのでさっきの楕円型の球の上に配置します。これがベースになります。作りたい顔の写真を読み込みます。左上の写真のアイコンをタッチ、参照イメージにチェックを入れて画像をタッチすると読み込むから画像を読み込むことができます。作りたい顔の写真を入れたら真ん中になるようにドラッグで重ねます。右上の写真のアイコンから位置を調節できます。不透明度で写真の不透明度を調節、オーバーレイでオブジェクトの不透明度を調節できます。顔、頬、鼻のパーツを作りたい顔の位置に配置します。参照イメージのチェックを外して写真を閉じます。左上のシーンからオブジェクトをすべて選び、結合で一つにします。左下のボクセルで数値を150くらいにしてリメッシュ。右上のボタンからスムーズを選んで滑らかにします。この時左のバーのミラーが有効になっていることを確認してください。再び左上の写真のアイコンから参照イメージを開きます。右上からドラッグを選んで顎を尖らせます。参照イメージを閉じ、右視点にして顎と顔の境目をドラッグで滑らかにします。右上からスムーズを選んで滑らかにします。凹凸が取れないので左下のボクセルの数値を130くらいにしてリメッシュ。再びスムーズをします。頬がまだ大きく出ているので上視点にしてドラッグで頬の高さを低くします。常にいろんな角度から見て形を確認します。ボクセルの数値を150に戻します。右上からスムーズを選んで全体を滑らかにします。顔のパーツの下絵を描きます。参照イメージを開いて右上からクリースを選びます。拡大するときは参照イメージのメニューから比率を変えます。顔のパーツをクリースで描きます。参照イメージを閉じます。右上から粘土を選びます。左のバーの原残をタッチ、さっき描いた目の輪郭の内側を彫ります。目を作ります。左上のシーンから球を追加します。ミラーをタッチ。大きさと位置を調節します。
角膜を作ります。右上のメニューからセルマスクをタッチ。左のバーの楕円型、自動検証を選びます。角膜の形になるようにマスクします。右上のバーからセルマスクをタッチ、高さを調節して取り出します。すべてをクリアでマスクを消去します。わかりにくいので、左下のカラーで色をつけます。好みの色を選んで、すべてをペイントで色をつけます。左上のシーンから作ったパーツに名前をつけます。瞳のパーツが2つありますが、一緒に選択できるようにしたいので、角膜のパーツをドラッグし、白目のパーツとグループにします。これで一緒に瞳を動かすことができます。境目がわかりやすいように、顔にも色をつけます。まつげを作ります。右上からチューブを選んで、左のバーの曲線、自動検証をタッチします。まつげの位置に線を描きます。チューブのバーの中のポストプロセスを選び、断面が平たくなるように変形します。オレンジの丸を持って太さを調節。チューブのバーの中の半径をタッチして太さの編集点を増やします。好みの形になるように形を調節します。上視点にして顔に密着するように点を配置します。うまく密着しない場合はチューブのバーのツイストでまつげをねじることができます。左のバーからまつげを複製し、まつげを作ります。同じように好みの形を作ります。まつげを複製し、眉毛にします。眉毛とまつげのパーツを選び、ドラッグしてミラーのグループに入れます。顔のバランスを整えます。口の位置をクリースで描きます。右上からドラッグを選び、鼻を高くします。まだ頬と顎が出ているので、右上からフラットを選んで削ります。視点を変えて確認しながら削ります。
右上からスムーズを選んで滑らかにします。ドラッグ、フラット、スムーズを使い、理想の形になるように整えます。耳を作ります。左上のシーンから球を追加、ミラーをタッチします。形と位置を調節します。左下のカラーからスポイトをタッチして、顔をタッチすると、同じ色を選択することができます。すべてをペイントで色をつけます。ボクセルを150くらいにしてリメッシュ、スムーズで滑らかにします。右上からクリースを選んで、耳の形を描きます。右上から粘土を選んで、左のバーの原山をタッチします。耳の中を掘って、スムーズで滑らかにします。顔のバランスを調節します。最後に化粧をして可愛くします。右上からペイントを選んでパーツに色をつけます。白目だけを選びます。今はミラーで複製しているので動かすと同時に動いてしまいます。ミラーグループから目のグループをドラッグして外します。選択したままクローンをして、パーツごとに右上のミラーからオブジェクトを反転をタッチして反転します。片目だけを動かすことができます。